間違いではない。私は正しいことをしたはずだ。国の法に従い、民の安寧を願い、職務を全うしてきた。後ろ暗いことなど何一つ。開門せよ、謀反の疑いである。同期に訴えがあった。同期？誰が？まさか、いや、昨日の配下か、それとも長年連れ添った妻か。正しいことを言っただけで人生が終わるとしたら、あなたは明日もそれを言えますか？始まりはたった1枚の紙でした。名前とほんの一言を書いて箱に入れるだけ。それだけで昨日まで笑い合っていた隣人がこの世から消える。今から約1300年前、中国史上最初で最後の女性皇帝、武則天が統治していた時代、彼女はある装置を都に設置しました。名前は銅器。それは一見、民の声を聞くための慈悲深いポストに見えました。高さはおよそ3尺、約90センチメートル。青銅で作られたその箱には、4つの方向に口が開けられていました。東の口、政策への提言や、優れた人材を推薦する口。南の口、役人の不正や冤罪を訴える口。西の口、天才や不思議な出来事を報告する口。そして、北の口、国密、謀反や密かな企みを告発するための口。武則天は言いました。身分にかかわらず、誰でも直接、私に意見を届けなさい。途中で役人が握りつぶすことは許さない。箱の中身は、皇帝である彼女だけが確認する。一見、究極の民主主義に見えますよね。しかし、この北の口が、後に地獄への入り口となります。この箱が恐ろしかったのは、そのシステムです。当時の記録によれば、告発者は匿名に近い形で守られていました。地方から告発に来る者には、国から食料と馬車が提供されました。たとえ、その告発の内容が間違いであったとしても、告発者が罰せられることはほとんどなかったと言われています。疑わしきは、箱に入れよう。この空気が街を支配し始めます。すると、どうなったか。昨日、道で肩が当たって謝らなかった男、借金の催促にうるさい高利貸し、出世を争っている同僚、彼らを消すための最も簡単な方法が、この箱の中に紙を1枚落とすことになったのです。書く内容は何でも構いません。あの者は夜な夜な皇帝を呪っている。あの家には謀反の計画書が隠されている。たったそれだけで国家の巨大な拷問機関が動き出します。ここで一つ、歴史の残酷な側面を補足しなければなりません。告発された側には反論の機会はほとんど与えられませんでした。なぜなら告発状は皇帝に直通しており、そこには正義という名の大義名分があったからです。一度疑いをかけられたら最後、役人たちは自分の手柄のために執拗に拷問を繰り返し、存在しない自白を引き出します。正しさを証明しようとするほど、底なし沼に沈んでいく。この世界では、やっていないという証明は、死ぬよりも難しかったのです。想像してみてください。あなたの隣に座っている友人が、あなたの些細な不平不満をメモしているかもしれない。あなたの家族が、自分の身を守るために、あなたを売る準備をしているかもしれない。歴史書には、当時の落葉の様子がこう記されています。人々は朝、出勤するたびに、これが家族との今生の別れになるのではないかと震えていたと。挨拶は消え、人々は目を合わせることを避けました。沈黙だけが唯一の安全な避難所だったからです。しかし、その沈黙さえも何かを隠している証拠だと告発の対象にされる。そして、この恐怖を加速させたのが、証拠の捏造でした。当時は呪術が国家を揺るがす大罪とされていた時代。誰かが夜中に、あなたの家の庭に小さな呪いの人形を埋める。翌朝、告発を受けた役人がそこを掘り返す。人形が出てきた瞬間、あなたの一族全員の処刑が確定します。それは事実ではなく、箱が生み出した現実になってしまうのです。武則天が作ったこの銅器は、最初は弱気を助けるための箱だったのかもしれません。事実、この箱によって救われた冤罪もあったでしょう。しかし、
システムに毒が混じった時、正しさが他人を攻撃する免罪符に変わった時、この箱は国中の人間を疑心暗鬼の檻に閉じ込める装置へと変貌しました。さて、ここで一つ不思議だと思いませんか？これほどまでに恐ろしく誰もが怯えていた制度なのに、なぜこの箱は撤去されなかったのか。なぜ人々は恐怖に震えながらも自分から告げる側に回ってしまったのか。そこには人間の心の底に眠るあるどす黒い欲求と不足点が仕掛けた巧妙な罠がありました。次回第2部、この箱を利用して権力を握った残忍なプロフェッショナルたちの正体、そしてこの地獄が終わる瞬間の話をしましょう。あなたはそれでも明日その箱の前に立ちますか？